霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著七時事の訪れ。私がお使いの神様から真っ先に言い聞かされたお言葉は今ではあまりよく覚えてもおりませぬが、大体こんなような意味のものでございました。そなたはしきりにさっきから現世のことを思い出して悲嘆の涙に暮れているが、何事がありても再び現世に戻ることだけはかなわぬのじゃ。そんなことばかり考えていると良いところへはとても進めぬぞ。これからはわしがそなたの指導役、何事もよく聞き分けて、尊い神様の見据えとしての皆を汚さぬよう、一時も早く役にも立たぬ現世の執着から離れるようしっかりと修行してもらいますぞ。執着が残っている限り何事もダメじゃ。が、その場合の私にはこうした神様のお言葉などはほとんど耳にも入りませんでした。私はいろいろの難題を持ち出して散々神様を困らせました。お恥ずかしいことながら罪滅ぼしのつもりで一つ二つここで懺悔いたしておきます。私が持ちかけた難題の一つは、早く夫に会いたいという注文でございました。現世で恨みが晴らせなかったから夫と二人力を合わせて怨霊となり、せめて仇を取り殺してやりたい。これが神様に向かってのお願いなのでございますから、神様もさぞ呆れ返ってしまわれたことでしょう。もちろん神様はそんな注文に応じてくださるはずはございませぬ。人を恨むことは何より罪深い仕業であるから許すことはできぬ。また夫には現世の執着が取れた時に折を見て合わせて使わす。いとも穏やかに、だいたいそんな意味のことは諭されました。もう一つ私が神様にお願いしたのは、自分の被害を見せてくれとの注文でございました。当時の私にはせめて一度でも眼前に自分の被害を見なければ、何やら夢でも見ているような気持ちで諦めがつかなくって仕方がないのでした。神様はしばし考えていられたが、とうとう私の願いを入れて、脆いその陰卓の一間に横たわったままの私の意外をまざまざと見せてくださいました。痩せた青白い、まるで幽霊のような醜い自分の姿。私は一目見てゾッとしてしまいました。もう結構でございます。覚えずそう言ってご面を被ってしまいましたが、このことは大変私の心を落ち着かせるのに効き目があったようでございました。まだ他にもいろいろありますが、あまりにも愚かしいことのみでございますので、ひとまずこれで切り上げさせていただきます。現在の私とてまだまだ一向ダメでございますが、杞憂当座の私などはまるで醜い執着の塊。ただいま思い出しても顔が赤らんでしまいます。とにかく神様もこんな聞き分けのない私の処置にはほとほとお手を焼かれたらしく、いろいろと手を変え品を変えてご指導の労を取ってくださいましたが、やがて私の私より10年ほど前に亡くなりましたじじを連れてきて、私の説意を仰せつけられました。何しろとても哀れないものと思い込んでいた肉親のじじが、元の通りの恩愛にあふれた恩陽で泣きもだえている私の枕辺にゆっくりとその姿を現したのですから、その時の私の嬉しさ、心強さ。まあ、おじい様でございますか。私は覚えず飛び起きて、じじの肩に取りすがってしまいました。杞憂後、私の暗い暗い心に一点の明かりが差したのは、実にこの時が最初でございました。じじは様々に私をいたわり、かつ励ましてくれました。そなたも若いのに亡くなって誠に気の毒なことであるが、世の中はすべて老少不浄、寿命ばかりは何とも致し方がない。これから先はこのじじも神様のお使いとして
そなたの手引きをして、ぜひともそなたを立派なものに仕上げてみせるから、こちらへ来たとて決して心細いことも、また心配なこともない。受け合って他の人たちよりも幸せなものにしてあげる。じじの言葉には格別これと取り立てて言うほどのこともないのですが、場合が場合なので、それはちょうどしとしとと降る春雨の乾いた地べたにしみるように、私のすさんだ胸に溶け込んでゆきました。おかげで私はそれから幾分心の落ち着きを取り戻し、神様の仰せにもだんだん従うようになりました。人を見てほうとけとやら、こんな場合にはやはり段違いの神様よりもおなじみのじじの方がかえって都合の良いこともあるものと見えます。私のじじの年でございますか。確かじじは70余りで亡くなりました。色白で細表の小柄の老人で、歯は一本なしに抜けていました。生前は薄い髪を茶筅に結っていましたが、こちらで私のもとに訪れた時は、意外にもすっかり頭を丸めておりました。私と違ってじじは熱心な仏教の信仰者だったためでございましょう。